もみじには様々な種類があります。もみじは、ムクロジカカエデ属の植物で、葉の切れ込みが深いものをもみじ、葉の切れ込みが浅いものをカエデと呼ぶことが一般的です。メープルシロップを作るために使われるサトウカエデも同じ仲間になります。また、盆栽業界でカエデと呼ばれるのは、トウカエデという種類のものを指すことが多いです。いずれも秋に紅葉した後は、冬に葉がすべて枯れて、春に新しい葉が生えてくる落葉樹です。もみじの種類に関する詳しい情報は、インターネット上で調べることも可能ですが、ここでは、主に自宅などで育てられる植木として、一般的な種類だけに絞って解説いたします。現在では多くの園芸品種が作られて流通しており、中間型も多く、見た目だけでは正確な区別は難しくなってきていると思われます。まず、今回解説させていただく種類は、日本在来種のイロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジ、ハウチワカエデ、コハウチワカエデ、ヒナウチワカエデ、オオイタヤメイゲツの7種類になります。イロハモミジ。イロハモミジの自生分布は、福島県より西の、主に太平洋側の山地に見られ、オオモミジから進化したと言われています。イロハモミジは、葉が5から7列ほどに裂けて分かれており、その分かれている一つ一つの部分を裂片と言います。名前の由来はこの葉の裂片を、イロハニホヘトと数えたことからと言われています。また、京都の高尾山に多く自生していることから、高尾もみじ、高尾カエデと呼ぶこともあります。葉の形がオオモミジの一種であるヤマモミジとよく似ていて、葉の縁にある鋸歯と呼ばれるギザギザの形が粗く、重鋸歯という形になります。葉の直径は5センチほどと小さいものが多く、大きくなると樹皮が淡い灰褐色になり、縦に細かい筋が入るのが特徴です。イロハモミジから作られた園芸品種は、出生城、桂、サンゴ閣、獅子頭、清姫、茜、日笠山、古文錦などたくさんの品種があります。オオモミジ。主に太平洋側の比較的標高が高いところに自生しています。イロハモミジやヤマモミジより葉が大きめなものが多いです。葉は5から9列ほどに分かれていて、葉の縁のギザギザの部分である鋸歯がイロハモミジやヤマモミジと違って、細かく並んでいる単鋸歯という形がオオモミジの特徴です。葉に厚みがあって丈夫なので葉焼けしづらく、きれいに紅葉するものが多いです。オオモミジから作られた園芸品種には、大盃、野村、夕暮れ、秋山紅、妻紅、欧州紅などがあります。ヤマモミジ。主に日本海側に分布し、葉の大きさは様々です。ヤマモミジは、オオモミジの一種で、遺伝子的には同じものと考えられています。葉っぱは、イロハモミジと同様に、縁にある鋸歯と呼ばれるギザギザの形が粗く、重鋸歯という形になります。樹皮はダークグレーで、はじめは滑らかで、成木になると、浅く縦に割れます。ヤマモミジから作られた園芸品種には、シギタツサワ、イナバシダレ、キハチジョウ、カサギヤマなどがあります。ハウチワカエデ。カエデの中でも葉が特に大きく、これを天狗が持つ羽でできたうちわに例えて名付けられました。ハウチワカエデは別名、明月カエデとも呼ばれており、主に山地の谷間などに広く自生しています。葉の切れ込みは浅く、裂片は7から13列あり、葉柄が短く、寒さに強いのが特徴です。春に小さな赤い花が咲きます。ハウチワカエデから作られた園芸品種には、マイクジャク、アオイタヤ、太遊、大滝などがあります。
小葉内は楓。葉内は楓に似ており、葉や樹形がより小型であるため、小葉内は楓と名付けられました。別名を板や名月と呼びます。春の若葉の頃は、葉の裏面の葉脈や葉柄、若い枝に細かい毛が多いことが特徴です。春にクリーム色の花が咲きます。小葉内は楓から作られた園芸品種には、三笠山、雲井錦、関の華厳、衣笠山、などがあります。ひな内は楓。葉は大分や名月に似ていますが、より小さくて薄く、直径は4から7センチくらい。手のひら状に7から9つに深く裂けているのが特徴です。ひな内は楓から作られた園芸品種には、景観山、袖の内があります。大分や名月。小葉内は楓の別名、板や名月よりも葉が大きいということから、大板や名月と名付けられました。葉は9から11列に分裂し、縁には細かな住居枝が並んでいます。大分や名月から作られた園芸品種には、金隠れ、ジョーダン、ムーンライズ、オータムムーン、小倉山、などがあります。この動画が皆さんのガーデニングライフのお役に立てれば幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。